福井県道771号分断県道ですね。この脇道にあったこの謎の林道ですけども、ナビには載ってない道でございます。ここの先ですね、すごい膨大な林道があるんですけども、あまりにもキリがないので、一つ目標をつけまして、そこへ到達して、でこのまた771に戻る道に行けるかなっていう、どういう結果になるかわからないんですけど、とりあえず入ってみようと思います。この先いろいろ入り組んだ道がありまして、これ全部走ってたらもう相当キリがないんで、もう要所要所で節度を持っていこうと思っております、ね。正直、名もなき林道名も書いてないですからね。ただ、地図には一般道としては載ってますんで、そこは変なわけのわからん作業林道とか入ってるわけではございませんから、その辺をご了承ください。奥へ行くほどに視線があるんですね。それも地図掲載はあるんですけども、多分その地図掲載はあるけども、もう廃れてるところが多いと思うんですよ。それを考慮して、僕の予想経験値から言うと、大丈夫そうな道を選んでいきますけども、それで結果的に771号に戻れればなっていうのは思ってますけど、どうかな。本当に何とも自信がないですギャップがひどいね。でも倒木処理もされてる形跡が見られたんで、今のところはね、どうなることやる。橋があってガードレールがあって、でも走ってる形跡はありますね。このさっきの輪立ちを見ると、ダート路でもその全体的に草が生えてるわけでもなく、輪立ちがあるってことは、結構な頻度で走られてるんじゃなかろうかと思います。行き着く先、とりあえず第一目標点は標高 400m 台ぐらいですかね。そちらの方まで向かってます。最高で 550m ぐらいのところまであるんですけど、そこまで行くと多分行けない気がするんですよね。で今回は倒木を切ってまでは行きたくないっていうか、いろいろ他にも行く場所がありますんで、今回はマイルドに行けるところを攻めていきますけども、マイルドなのにね、一応マイルドだよな。間もなく視線に入る脇道があるみたいなんですけども、ここはまっすぐですね。さあどうやろう吉と出るか京と出るか、こっちの方が悪いかもしれない。ちょっと悪くなったかな、どうかな私の感じでいくとやっぱ少なくなりましたね、その走行された後が。でぬかるみがあるし、岩がこんな風にドガーンと置いてあるし、これはちょっと一応倒木処理したら後あるけどきついね。ここおー狭いひどいね。結構ガッタンガッタンです。いやちょっとここひどいね。てか前なんか崩れてない？ダメだ、これはいけないこれは無理だ。これはどうのこうのするとこじゃねえ残念。土砂崩落したんじゃなくて、この根っこごとこれ落ちてきたんだね。これね、別にこの土砂崩落したところに木が生えたんじゃなくて落ちてきたよね、こうブワーってね。ここも道あったんだ。ここも道あったんだけど、流されてますわ。哀れ。残念、ここはダメ。きついね。あんま末切りしたくないけど、これはごめんなさいね、しないといけねえんだ。いけないことはないけどね、仕方ない。
こもなんとかかろうしてこうやって残ってるけど、本当はなくなったかもしれないんですね、これね。さっきの下に土管があって流されていった道が僕が本来行こうとした4771に戻る道の林道やったんですよね。だからもうここで同じあの道から行くことの目標は消えましたんで、次なる目標地点として、さっきの視線のどっちかな、右か左かちょっと遠いところ行ってみましょう。ここですね。ここを左へ曲がっていきます。ここはまたマシっぽい感じですねでもさっきのもさ、県道に戻る道筋なんだからあっちの方がマシかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。結局もうあそこまでなっちゃうともう修復も不能でしょうね。もうそこまでその直してまでっていうあれはないんじゃろうね。で結構この辺り水害でもあったんでしょうね、一時。その771号線終点ももうものすごい川の流れで道が流されてるところもあったんで、結構な洪水というかそういう鉄砲水的なそういうすごい水害があったんかもしれません。だからこの道も危ういっちゃ危いんだよね。まもなく分岐点があるようです。さあここも運命の分かれ道であってどうなるかですよね。右に大きく曲がる道とまっすぐの道があります。とりあえず本線と言わんばかりのまっすぐの道を行こうかなと思ってます。ここ分岐点ですね。なんか書いてあるわけでもないね。はい、とりあえずまっすぐ行きます。でもこの倒木もあったんですよ。これ多分これのけてくれてるんですよ、これね。お、鹿はよく合うんだよね、ほんと。おっと、ゲート、ゴールデンゲート。これはまあ取れますね。ただね、私の車はキャリアついてますんで気ぃつけないと引っかかりますからね。キャリアにブッシュワイヤーついてるようなもんです。ここで一旦開けるわけではないんか。等高線見る限りでは結構高いところですね。でも 360m 台。左の形。私一番それ気ぃつけてるかもしれない。だからその路肩を気にしてね、左の肩を気にして右の傷を気にしてたらもうそっちの方が危ないですから、僕はだからもう傷ついても仕方ないっていうのはそこなんですよ。そんなん気にしてたらね、そっちの転落リスクの方がよっぽどでかいですから。でもひどくなってきましたね。いや、だんだん登っていくことにこうひどくなっていく、この来るものをふるいにかけるような感じですよね。でもまだまだマシです。でもジムニーはね、本当楽しいですよね。前のパジェロミニでもそうですけども、やっぱこういう普通なら諦めてしまうような道でもね、こうやってこの先どうなってるんだろうっていうのを探検ができますからね。その安心持って探検ができるっていうのはすごい素晴らしいことですよね。こうやって楽しい探索、来ることができない景色が見れるわけですよね。冒険、これぐらいの道だったら冒険にも値しないかもしれないんですけど、そんでもなかなか普通の人がおいそれと入ってくれる道ではないと思いますし、やっぱ不安感はあると思いますよ。だからそういったのでね、やっぱソロ活動でこうやって行動できるにあたって、やっぱこういう車はめちゃめちゃ武器ですね。だから僕は走る店舗と思ってます。自営業者としてね、はい、移動店舗ですよ。間もなく、ここの行き止まりがあるようですね。地図上ではその終端が見えてまいりました。でもおかげさんで快適かどうか知らんけど走れてきますけど、最後の最後で結構ちょっと難関が出てきてるかもしれません。でもこれ切ったる後だね。
おおここなんかちょっとここはちょっとやばいかな。大丈夫かな。お気をつけあそばすね。まあこの狭さになってくるとまあ嫌やろなと思うんですよね、普通の人やと。これを作ったいいね、土木関係者の方に大感謝ですよ。本当にいつも言うけど、道を走るのがすごいんじゃない、道を作ることがすごいんだよ。はい、間もなく、終点ですけど、どうなってんだ。はい、終点本当に終点やな。もうちょっとあれだ、U ターンできるようにしてくださいよって感じ。これがあるからジムニーサイズじゃないと嫌なんだよって感じですよ。よいしょね。はい、じゃあ戻ってさっきの脇道の方へ向かいまして、その終点見て終わりかな。では先ほどの分岐点戻ってきたんで左の方へ曲がっていきます。この先はまあ長くもないな、まあどんな感じでしょうかね。でもなんかパッと入った感じではさっきよりかは悪いかもしれませんね。等高線見る限りではまあなだらかなマイルドな傾斜かなとは思います。道の状況ですよね。一応地図記載ではあるけど、なんか作業路っぽい雰囲気やな、作りが。そんなことないか。だから新しめな感じがしますね。そんなに経ってないかなっていう雰囲気がします。さっきのが本線とすると、こっちが支線として作って、割とこっちの方は10年スパンで新しいんじゃないかなっていう雰囲気がしますね。なんか土砂崩落があって、重機が入って鳴らして、この新しい赤土に見えるのか知りませんけど、ちょっと道のレベルとしてはこちらは悪いです。これ道の真ん中に生えはけてきてますんでね、これあんまり走らないと廃道になる可能性ありますね。これはちょっともうちょいするとね、管理が行き届かないともう走れない道になるかもしれない。ここで U ターンしようと言わんばかりの場所がありますけど、これバックで帰らなあかん感じやね。ここはさすがにちょっとU ターンできるような感じじゃないんで、終端はここら辺かな。だからね、下手すると最終的にこういった道になると思うんですよ。あれまだ続いてるぞ。マップ上ではここで終わりです。でもこれはやめとくかな。一応道的にはここら辺で終了なんですけども、ただまあこの先はもう森林作業路という扱いでしょう。なんでここでやめておきます。すごい家だおお、ブレーキ LSD さすがこれどこまで下がればいいんだここで U ターンできるか。やっと U ターンできたきつー。そういうことでバイバイ、ありがとうジムニーさん。追伸です。県道771号線ですけども、さっき崩落してこっちの方に戻ってくるであろう道っていうとこあったじゃないですか。あそこのこの入り口なんですけども、このような小有林につき許可なき立ち入りご遠慮願いますって書いてありますんで、結果的にはここはどうにせよ通り抜けられなかったし、さっきの道はもうそんな状態でもう使われてないんかもしれませんねということです。バイバイ。